ジャパンビジネスショーへようこそ。私はエリック・アーホルナと申します。今日は特別なお客さんで中川雅美さんで、雅美とだいぶ前から友達なんですけれども、多分10年以上、18年前ぐらい、19年前ぐらいかな。19年前ぐらいにドイツの、ブレーメンという町で、知り合いました。で、まさみは今、パナソニックで活躍してて、インドネシアの市場を、見てます。まさみ、今日、来ていただいて、このインタビューをさせていただいてありがとうございます。では、早速ですけれども、やっぱり正美のバックグラウンドに私個人的に非常に興味があって、やっぱり国際的な経験もあるし、いろんな、国に住んだことあるし、仕事したことあるので、現時点で、パナソニックで、お仕事をされているということで、少しバックグラウンドについて教えていただいて、現時点のパナソニックの仕事までどういう、道があったかを、ちょっと教えていただければ、幸いです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。改めまして、中川雅美です。今パナソニックで働いてまして、今、インドネシアに駐在しています。インドネシアに駐在してですね、約2年経っています。主にインドネシアで何をしているかと言いますと、いわゆる販売会社ですね。セールスカンパニーで、勤務してまして、特に空気と水に関する商品を今、販売担当しています。具体的に言うと換気扇とかですね、ウォーターポンプであったり、空気清浄機であったり、そのような商品の、ディビジョン、ディビジョン長として、今、働いています。インドネシアに来る前は、去年香港にいまして、ちょうどパナソニックに入って、3年なんですけれども、その前はですね、違う会社に、約13年、大学を卒業して、働いてました。具体的に電動工具、パワーツールの会社で働いてたんですけれども、ヨーロッパのですね、販売会社、オーストリア、デンマーク、そしてドイツに、合計11年、駐在してまして、デンマークと、ドイツでは、販売会社の社長、いわゆるマネージングダイレクターとして、約7年、働いて、いたのが、私の、経歴になります。はい。面白いですね。で、ヨーロッパでも非常に経験が多いので、ヨーロッパに、一番最初に、学生時代に来て、やっぱその時は、ドイツ初めてだったと思いますが、それはどういうきっかけで、ドイツに留学したんですか？やはり大学で、ドイツ語を専攻してたので、日本で、言葉勉強するだけではあまり上達しないので、やはり現地のね、ドイツの大学で、勉強したいと、思ったのが、きっかけです。はい。はい。で、ヨーロッパで、ヨーロッパだけではなくて、世界中にいろんなところに、仕事をして、やっぱり、文化的に異文化とか、どこ行ってもあると思いますが、やっぱり記憶に残ってる、困ったこととか、ちょっとこれ、チャレンジがあったということとか、ちょっと例えとして何かありましたか？例えそうですね。今もう仕事で、約13年、ヨーロッパと、香港とインドネシアで、働いてますけれども、基本はやっぱりその人は、基本はそう大きくはね、変わらないのかなと。やっぱ嬉しいことは、ドイツ人でも日本人でも、アジアの人でも、嬉しいことは嬉しいし、嬉しくないことは嬉しくないので、その人のいわゆる基本ですよね。ファンダメンタルに関しては変わらないと思うので、そこは、どこ行っても一緒かなっていうのが思います。それで、困ったこと、そうですね。
例えばですね、やっぱり、私は、はい、すみません、私はドイツ人なので、はい。ドイツで、やっぱりこれ、日本のやり方と違うなと一番感じたことなんかありましたか？ああ、そうですね。そうですね。特に今私40歳ですけれども、ドイツ行った時は30歳から37歳まで、ドイツにいて、良くも悪くも、いわゆる社長というね、マネージングダイレクターという、仕事をさせてもらったんで、やっぱり同僚とかはみんな、私より年上の人がほとんどだったので、やはり立場は私の方が上ですけれども、やっぱりその彼らをね、彼らのこれまでの経験とか、バックグラウンドっていうのは、最大限にリスペクトして、働いてたというのはよく、今日よく気をつけていましたね。はい。わかりました。はい。で、ドイツから次の、ステップはどちらの方だったんですか？ドイツに2017年までドイツにいて、その後、会社を退職して、今のいるパナソニックにいるんですけれども、パナソニックで初め日本で1年働いて、その後香港で、それで今インドネシア2年目ということで、パナソニック入って今3年目になります。そうですか。それ面はい。白いんですね。ほとんど、多分外国の、日本人のイメージはやっぱり、一度入社して、定はい。年までに同じ会社にいるということなので、正美さんがやっぱり大手企業に、入社して、その後は退職したということは、意外と、珍しいと言いたくないんですけれども、少し意外ということなので、その退はい。職のきっかけ、個人、あまり個人話はい。お聞きたくないんですけど、どういうきっかけで退職して、他の会社に、転職しようと思ったんですか？うん。単純にですね、やっぱりその前の会社が、まあ、あの、プライベートイクイティ、ファンドの方に売却になりまして、将来、不安を覚えたというのが一つあります。そして、あとは、前の会社で、ヨーロッパで、11年いたし、社長としてもね、これ以上もう自分では、やれないと、やりきったという気持ちがあったので、新たなね、ステージに行こうというのが、きっかけでしたね。それで、幸い、今のパナソニックというね、会社にご縁をいただいて、転職したのが、理由ですけれども、前職の、経験、キャリアというのが、今いるパナソニックで、十分に活かせるというふうに思ったので、今の、ポジションに今ついてますね。はい。わかりました。で、だいぶ前からマーケティング関係でお仕事をされているということなので、そういうマーケティングのやり方が、いろんな国で経験ができたと思うんですけれども、日本のマーケティング、例えばドイツのマーケティング、デンマークのマーケティング、あるいはインドネシアのマーケティング、違いがあるんですか？それか、どこ行っても基本的にマーケティングが一緒で少し微妙に文化的な違いがあるか、どう思いますか？基本はやっぱり一緒だと思いますけど、当然その国によっての、そうですね、やっぱ好みとか、趣向とか当然違うので、非常にありきたりな話ですけれども、違いますので、やっぱりその海外、その国で、やっぱ成功するという、やっぱり、要因、一つのやっぱ要因っていうのは、やっぱりその国をね、やっぱ好きになることやっぱり言葉を覚えることとか、やっぱり言葉を覚えることによって、やっぱりその国のね、人の、ことがよくわかると思いますんで、エリスさんがね、日本語を喋れるようにですね、やっぱりその国の言葉を勉強して、その国の言葉、その国のことをやっぱ好きになるっていうのが、やっぱり海外でのね、成功の一つかな、大きな一つだと思いますね。とは言ってもまだ私もインドネシア語は話せないので、これから、勉強していかないといけないんですけれども、いや、本当に言葉を勉強して、その国の人のことをね、学んで、学ぶっていうのが本当に重要だと思います。わかりました。
で、その言語に興味、ちょっとまた少し格好に戻るんですけども、言語に興味を持ったきっかけは何ですか？やっぱりそのドイツ、まあ、文学とかドイツ語を勉強したということなので、そういうドイツ語を勉強したいというきっかけはどこから始まったんですか？まずやっぱり中学校、高校で、英語というね、イングリッシュという言葉を、学校で勉強して、英語以外のね、言葉を何か勉強したいなっていうのが一つのきっかけでした。そして、やっぱりドイツという国は、ヨーロッパの中心をね、担っている国なので、ドイツ語ができれば、ヨーロッパのね、ドイツだけじゃなくて、ヨーロッパ全体のことで何かチャンスとか、チャンスがあるんじゃないのかなと思って、ドイツ語を選んだのが理由ですね。わかりました。じゃあ、過去から現在に戻ってきますが、はい。現在、世界中に経済が、新型コロナウイルスで苦しんでいるので、どう思いますか？新型コロナウイルスは、自分の仕事にも影響があったと思いますが、うん。それはどういう場面で、どういう形で影響あったと、現時点は、日本に、いるということは聞いてるんですけれども、普段はインドネシア、に駐在しているということで、あのーまあ、現時点の状況と、これから、どういう、形になるかという見込みを、教えていただければ助かります。今、私の仕事は、空気と、水に関する、商品を売っているので、具体的に言うと、換気扇、フェンティレーティングファンを、主に売っているので、やはりそのコロナウイルス対策の一つとして、やっぱ換気というのが非常に大きなテーマになっているので、確実にその換気に関する需要というのは、増えていくと思っています。特にそのインドネシア、アジアはですね、やっぱり日本とかアメリカ、ドイツと違って、この換気扇を家につけないといけないという法律がまだないので、今回のコロナウイルスの影響で、換気扇を家にもっとつけようとかですね、空気の循環を良くしようという需要は増えていくと思います。そして、一方で、仕事とはちょっと少し離れますけれども、やはりそのコロナウイルス、今回の件で、やはりその在宅勤務、いわゆるリモート勤務というのが、やはり間違いなく今後加速していくと思うので、やはり特に日本の場合だと、やはり東京だとですね、やっぱり通勤時間が1時間、2時間かかったりする方が非常に多いので、それがやはりね、なくなったり短縮できたりするというのは、確実に、健康にもいいと思いますし、じゃあ東京に住まないで、じゃあ地方に住んでも仕事ができるという、傾向は高まってくると思うので、そういう意味で、今日本は東京に人口が集中してますけれども、地方にね、人口が、増えることによって、やっぱり地方のね、活性化にもなるし、あとやはり女の人が、東京よりも地方の方が確実に働きやすいので、やっぱりあの、会社までの通勤時間っていうのは地方の方がやっぱり短いので、やはり女性の活用という意味でも、確実にね、いい方向に行くんじゃないかなと思いますね。面白いですね。やっぱり、その新型コロナウイルスの、影響で、地方にメリットが出てくるという、すでに出てるという方向思います。性がある。はい。あ、はい。いいですね。面白いです。確かに、こちらアメリカでも少し、その都会に住むメリットがもうなくなりましたっていう、うん。まあ、という形で思う人が増えてきたので、やっぱり地方にまた戻る人が多くなってきたし、うん。だからそういう方向性がもうここで見えてきますね。うん。はい、では、将来的に自分はやっぱり日本で仕事したいか、やっぱりどっかで海外で、定年になってほしいか、どういう自分の将来はどういうふうに見てるんですか？
まあ今40歳なんで、まあ今海外で13年目ですけれども、海外で働くって言っても、まあ日本の会社で働いてるんで、完全にね、エリスさんのように、海外で働くわけ、本当に海外で、フリーランスとして働いてるわけじゃないので、まあ、ちょっと違うと思いますけれども、まあ、あとやっぱり10年ぐらいはね、海外で働きたいなとは個人的に思ってます。まあ、今、ヨーロッパとアジアということで、もちろんアメリカであったり、まあ、他の地域にも興味はありますし、まあ、最低でもあと10年ぐらいはね、働いていきたいなとは思ってます、個人的には。まあ、ただ、まあ、最終的にはね、やっぱり日本で、働きたいなとは思ってはいますけどね。やっぱりその海外で得たこととかを、やっぱり日本のね、本社とか、そういうところでやっぱり大きな組織を動かしたりとか、やっぱ次の世代のね、ために、やっぱり、まあ日本からやっていかないといけないことっていうのはあるのかなというふうに思いますけどね。まあ、確実にやっぱりまあ日本人ってやっぱ真面目だと思うし、まあ日本の企業も、それなりにね、パワーも、資金もそれなりにあると思うんで、あとやっぱりまあ、熱意、パッションというかですね、やっぱり、まあ、リーダーがね、やっぱりいると思うんで、そういうやっぱり会社を引っ張っていくとか、そういう強い気持ちを持っている人が、まあ一人でも多くいれば、やっぱり日本人って真面目なんで、いい方向にね、やっぱり行くと思うので、やっぱり日本の力っていうのはね、まだまだ、あると思うんで、やっぱりそのみんなを引っ張っていけるようなね、存在に、まあ、なっていかないとなとは思いますね。さっき日本の力をおっしゃってたんですけれども、やっぱりそのメイドインジャパンというイメージが非常に良くて、それうん。マーケティングするときに、やっぱりパナソニックの商品を売り込むときには、使いますか？やっぱり、今、インドネシアにいますけど、やっぱりジャパンクオリティとか、まあ、メイドインジャパンっていうのは確実に、リーフレットとか、チーフレ、チラシには入れてますし、やっぱり特にインドネシアは、親日の国なので、やっぱり日本のものっていうのは、すごいイメージが良いので、その辺はやっぱり徹底的にアピールしています。わかりました。で、まあ、一応、多分海外のビジネスパートナーとも、まあ、取引があると思うんですけれども、まあ、ローカルの、そのマーケティング会社とかも活用してますか？うん、してますね。はい。その時は、どういう形で、そのローカルの、ビジネスパートナーをまあ、検討して探す方法、何かプロセスありますか？プロセスはそうですね。まあ一応今いる会社もまあそれなりに歴史のある会社なので、まあ元からのね、パートナーがいますので、まあ基本はまあそこを今使っているのがまあ現状ですね。まあ例えばまあドイツ行ったときは、そうですね。そうかな。うーん。それでちょっと覚えてないですね。はい。いいですよ。はい。まあ、なぜかを聞くかというと、やっぱり、このビデオかこのポッドキャストを、見るか聞く人だと、だいたい、海外で、日本の、企業と、コネクションを作りたい企業なので、そはい。こでどういうふうに、日本の企業とコネクションを作ったり、やっぱりつながりができたりことが、一番やりやすい方法ありますかっていつも聞かれるので、それぜひ、ああ、そう。浅見に聞きたかったなと思いまして、ああ。そこで、でもやっぱ商うん、工会議所とかあるじゃないはい、ですか。ね。そうですね、はい。そうですよね。そうだよね。うただ、ん。そのビジネスパートナーは、以前の仕事でもやっぱり、商工会議所経由でも紹介があったんですか？それか、自分が、やっぱりローカルの、まあ、協力企業さんを、まあ、探したりしたことあったんですか？まあ、基本はやっぱりその前の会社も、まあ今の会社も、やっぱり完全に現地のお客さんなので、完成品を
売ってる会社だったので、その日系企業とかの取引っていうのはほとんどなかったので、はい。あんまりそのような、その商工会議所を通じてとか、そういうような機会はなかったんですけれども、基本はそうですね、うちのローカルスタッフを通じて、いろんなとこ探したりとか、あとは逆にビジネスパートナーから、教えてもらったりとか、そういう、当たり前のことをしていましたね。わかりました。で、ちょっと政治的な話なんですけれはい。ども、つい最近のニュースで、安倍総理大臣の、うん。引退についての感想、どう思いますか？やっぱり日本の経済に影響がありますか？それか別にありませんか？そうですね。私は別に専門家ではないので、ちょっと何とも言えないんですけれども、まずやはり、7年8ヶ月というね、非常に、長い間、やっていただいて、本当に、一ね、日本人として、お疲れ様でしたという気持ちは非常にありますし、やはり日本の政治っていうのは、今までやはり総理大臣が1年であったり、2年であったり、短い期間でやっぱり変わっていったので、その日本の総理大臣っていうのは、誰なのかっていうのが、やっぱりアメリカ、ヨーロッパ、他の国でも、いまいち日本の総理大臣誰っていうような状況だったと思うんですけれども、やはりそのトップが長くね、変わらないっていうのは、やはり日本の外交にとってはね、非常に良かったと思うので、本当に日本の外交という観点では、本当に、安倍総理は、本当に最大限の、貢献をしてしたんじゃないかなというふうには、思います。一方でそうですよね。辞任という、ニュースが出て、株価がね、下がったりはしてはいましたけれども、そうですね。次、どなたが総理大臣になられるかわからないですけれども、やはり日本のね、国の力というのは、まだまだあると思いますんで、コロナの影響はありますけれども、再びね、良くなっていくんじゃないかなとは逆に良くなってもらわないと困るので、そういう希望的観測も含めて、そう思ってます。わかりました。確かに安倍総理大臣は多分、日本だけではなくて世界中に、日本の、約8年間の、うん。顔になったということなので、クールジャパンというスローガンもあったし、そういう形で、そういう場面で、やっぱり、多分国際的に安倍総理大臣が、日本のイメージの向上に、非常に影響があったと思いますので、うん。個人的にすごい、残念なことだと思いますが、そうですね。前を向いて、将来を考えると良くなると思いますが、でうん。最後になりましたが、一応先ほどの教えていただいた国際的な経験いっぱいあったということで、その海外行っていろんな国を見て国際的な経験して、この一つ、一つってじゃなくても、これを、日本の皆様、日本国として学んでほしいということをどっかで見たことはありましたか？それから何かあああ、りますか？はい。そうですね。うん、もっと、そうだな。うん、もっとなんか人生をね、楽しんでほしいなとは思いますけどね。ヨーロッパの人とか、みんながみんなじゃないですけど、日本人よりは、プライベートとか、人生をね、楽しんでるというふうに思ったんで、日本人、仕事がね、好きな方だと思うので、そうですね。人生をね、もっと楽しむべき。楽しみ方が逆に日本人は知らないのかなというふうには思ったりとか、あと、ドイツ人って、1日1回しか、料理作んないじゃないですか。あはい。ったかい食べ物ね。はい。だから、そんなに、日本人はね、朝昼晩って、あったかいものを3回基本食べますけど、別にそんな無理してね、
そこまで家事に力入れなくてもいいんじゃないのかなっていうのは思うんで、もっと自分のね、プライベートのために、まあ、時間を使ってもいいんじゃないのかなとは思いますけどね。はい。わかりました。面白いです。はい。確かに、ドイツ人も、いろんな人はいるんですけども、基本的に、朝食が、別にあったかいものは作らないで、夕うん、食も、アーブントポート、大体そうそうパそうそう。ンと、ソーセージ、チーズで、そう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 。済むんなんで、お昼だけはちょっと、あったかいものを食べるんですね。うん。そうね。で、そう、やっぱなんでもね、自分でやろうっていう気持ちを捨てていいんじゃないのかなと思いますけどね。うん。そうですね。はい。うん。で、最後に、一応、もし、まさみに連絡しようと思っている方がいらっしゃれば、はい。ウェブサイトとか何か、インスタグラムとか何かやってますか？まあ、そう、まあ、ウェブス、まあ、Facebook とかそういうのでよければありますけれどはい。も、はい。わかりました。そこで、中川雅美でを探せば見つかるということですね。まあ、そうですね。はい。わかりました。はい。では、今日は本当にお時間どうもありがとうございました。いろいろいえ、どうもありがとうございましあのた。ご経験を教えていただいて、本当に、すごい、勉強になりました。では、いえいえ、皆さん、すいません。皆さん、これ、ジャパンビジネスショーでした。では、また、今度、ありがとうございました。